皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、ガス代について情報をシェアしたいと思います。巷では12月分の電気代の請求書が届いて、予想以上の値上げに悲鳴を上げているという情報が出回っていますが、少なくとも電力会社は予告済みということで、想定内の値上げ幅だったということかと思います。そうは言っても現実に請求書、もしくは引き落とし金額を見るまでは実感が湧かないものでしょうか。前回の動画で電気代の内訳について説明しましたので、ガス代についても触れてみようと思います。そして、現在の日用品、食料品、電気代、ガス代の高騰によって低所得者が一番の煽りを受けている現状をお伝えしたいと思います。今後ホームレス生活を余儀なくされる方が続出する可能性が出てきました。まさか日本でこんなことが起きる可能性が出てきたとはショックです。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今回の動画では、1、家庭用ガスの基本知識、2、ガス料金について、3、今後の値上げはどうなるのか、4、貧困層に起きている現実についてお送りしますが、最後までご視聴いただくことで、毎月必ず請求されているガス代についての基本と、どのようにして対応していけばよいか分かります。さらに、今起きているエネルギー高騰や物価高によって、最初に経済的弱者が犠牲になってくるという現実がすでに起き始めていますので、その中でもどのように生き延びたらよいかのヒントが得られるのではないかと思います。ということで、家庭用ガスについてですが、まず日本国内のガス事情としましては、都市ガスかプロパンガスの2択となります。都市ガスとプロパンガス、何が違うかご存知でしょうか。都市ガスは液化天然ガスや液化石油ガスなどを使用しており、プロパンガスは液化石油ガスを使用している点で違いがあります。そして何より都市ガスは水道管のようにガス管を通して供給されるため、インフラ整備が整っている地域と整っていない地域の差が激しいのが特徴です。東京、大阪、京都などは 100% 普及しており、その他県により違いますが 50% くらいの普及というところでしょうか。一方プロパンガスというのはボンベに充填され各家庭にガス会社が定期的に届けるという方式をとっている昔からある供給方法です。日本における使用比率は都市ガスが2700万世帯に対してプロパンガスは2200万世帯ということです。今回の物価高に対する政府の方針というのは疑問だらけですが、電気・ガス代の高騰に対する経済対策はその他の対策含め39兆円の大型予算を準備しました。しかし、軽減税の対象からはプロパンガスが外されたのです。本当に意味が分かりませんが、どう考えてもおかしいことがまかり通る世の中になってきています。こういうことも政治家が国会で決めていることなのです。おかしな行政が行われた時に我々が取る唯一の手段が選挙ですよね。日本は民主主義である以上、我々が決めた政治家が日本国民に対しておかしなことをした場合には退場してもらわなければなりません。残念なことに政治に関して、日本の未来に関して無関心な人が圧倒的に多いことの結果が、日本国民全員が不利益を被るということになっているのです。話を元に戻しますが、家庭で使うガスについては2種類あるということは押さえてください。そして、ガス代の内訳についてですが、都市ガスの例をとって話を進めます。ガス代も電気と似たような感じです。基本料金プラス使った分だけ支払うという重量化金。基本料金は使用した量によって基本料金が変わるというところが電気とは違うところです。電気代の場合は最初に契約アンペア数を決めて固定料金とします。ところが都市ガスの場合は使用したガスの量によって基本料金が変わります。そして今後私たちのガス料金に大きく関わるのが原料費調整額です。電気代に含まれる燃料費調整額に相当するものだと思います。この原料費調整額は名称こそ違いますが、電気代の燃料費調整額と同じで、日本においてはエネルギーをほぼ 100% 輸入している関係で、世界情勢、金融情勢によって大きく変動します。電気代同様、ガス代もこの原料費調整額の上限というものが決められております。しかし、電気代と同じでウクライナ・ロシア紛争の影響によりエネルギー高騰の影響を受け、原料費調整額の撤廃の動きが出てきそうです。すでに北海道ガスでは2022年10月より上限の撤廃を実施しており、
上限額を超えた分の 50% が単価に反映されるようです。これは段階的な措置であって、今後は電気同様予想のつかない異次元値上げとなることを覚悟しなければならないと思います。プロパンガスについても多少の計算方法に違いはあるものの、都市ガスと同じで原料を輸入していることから、今後は値上げラッシュになると思います。通常時でもプロパンガスは都市ガスよりかなり料金が高めに設定されているので、ダメージはより大きいかもしれません。電気代、ガス代高騰についての対策は基本的に使わなければ請求されないということです。何を言ってるんだと言われるかもしれませんが、現状で今までとは違う異次元料金になってきているということは、今まで通り電気、ガスを使用していたら大変なことになるということです。電気代で言えば、今全国区でオール電化家庭からの悲鳴が聞こえてきていますが、そのような家庭の場合、床暖房は使用するのをやめて対策しているように、一番の特効薬は使わないことです。しかし、生活する以上使わないといけないですよね。本格的に電気代が上がる4月、ガス代もその頃にかなり上がるかもしれませんが、急に生活を変えることはかなり無理があることでしょう。2023年は本当に個人の生活の見直しや発想を変えることに忙しい年になるでしょうし、思考停止している方には過酷な現実が待っていると思います。物価高の問題については、十分な収入がある家庭にはそよ風のような状況かもしれませんが、私が恐れる食糧危機が起きた時には大きな苦難を強いられることになると思います。お金があっても何の役にも立たなくなるからです。私はこのチャンネルを通して平和ボケになっている日本人にこれ以上騙され続けたらとんでもない未来が待っているということを申し上げております。その中で今回のテーマも結局のところ日本が強くならないように仕掛けられたこととつながっているのです。そこのところは今回は割愛しますが、2023年から対応に大忙しになる電気代、ガス代高騰、食糧危機、食糧備蓄については大至急各自が対応しなければならない課題だと判断していくつか動画を作成しています。まだご覧になっていない方は概要欄にリンクがありますので、ぜひ見ていただき今後の対策への参考にしていただけたらと思います。さて、巷では電気代高騰、ガス代高騰が騒がれ始めていますが、経済的弱者への影響が出始めています。生活困窮者に食料支援を行うフードバンク仙台で起きていることを紹介すると、フードバンク仙台には2022年4月から9月までの6ヶ月間で延べ1556件の支援依頼が寄せられているそうで、そのうち働いている人が約 47% を占めているといいます。昨今の物価高は働いていても食料支援を必要とする状態にある人々の増加を招いているというのです。日本より少し前から同じようなことがイギリスでも起きています。さらに依頼者のうち家賃の支払いを滞納している割合は 19% に上っており、家賃が支払えずホームレスになる一歩手前の人からの相談も多いといいます。ここに追い打ちをかけているのがエネルギー価格の上昇で、電気料金は約 28%、ガスは約 27%、水道は約 22% の依頼者が現在滞納しています。料金の滞納に対してエネルギー会社の対応は冷たいもので、あっさりと電気、ガスを止めてきます。金銭苦と同時に襲ってくるのは精神的苦痛です。こうなると負のスパイラルに陥ります。フードバンク仙台で起きている事例では、子供3人を抱える30代のシングルマザーは事務の仕事をしていますが、収入10万に対して支出10万から11万で、うちライフラインは約4万円。物価上昇やエネルギー料金高騰でさらに困窮しており、食費を節約しているといいます。昼間は暖房をなるべくつけないようにしているというのだ。他の例では、妻と子供2人と暮らす50代男性は、過去にガスが止められたことがあり、冷水でシャワーを浴びていた時もあったそうです。今はガスの滞納分は支払っており使用できるが、水道は2ヶ月滞納し、電気は半年以上も滞納している。月の手取りは18万円で、ライフラインの支払いか食費の選択を迫られている状況です。現在はフードバンク仙台から配給される食料や、安い時に買いだめた冷凍食品、そしてカップラーメンでしのいでいる。さらに妻と子供2人と暮らす40代男性も物価高騰を受けて、電気代を抑えるため、暖房はエアコンだけにし寒さに耐えて生活している。食費はこれまでの3割ほどに抑えており、量を減らさないために炭水化物、カロリーの多いものばかりになってしまった。別のケースの生活保護を受給する50代女性の世帯では、すでにガスが止まっていて、電気は2ヶ月滞納しており、今月払わないとこれも止まってしまう状態だといいます。
水道は家賃とセットになっており、家賃とともに1ヶ月滞納中。困窮のきっかけは引っ越しの際に家具や家電にお金がかかったことだが、収入が増えるわけでもないため、毎月滞納分を払うと今月分を滞納してしまう。なんとか公共料金を捻出するために1日2食にしているという。こういった状況が日本全国各地で起きていることでしょう。アメリカでもフードバンクの利用者が急増しているそうですが、逆にフードバンクに提供していた個人が減少しているという事態になっているそうです。世界中で痛々しい状況が起き始めています。今私たちに求められていることは、発想を全く変えることではないでしょうか。焼け石に水だと言われるかもしれませんが、他人や世界を変えることはすぐにはできなくても自分を変えることはできます。私もこの難局を乗り切ることができるようチャレンジしていますので、ぜひ状況は良くなると信じて今を生きていきましょう。いかがだったでしょうか。私が他の動画でも警告している食糧危機はこうして経済的弱者から起き始めるのです。そしてその次は企業の経営難につながり失業者の増加、食料品などの製造会社が原材料の高騰、もしくは品不足で製品ができないという状況が起きるでしょう。このことは半導体不足によって車の生産ができなくなったという実績があり、製品というものは案外あっさりと作れなくなるということを見せつけられました。要は当たり前だったことが当たり前ではなくなってきたということです。蛇口をひねればお湯が出るということが当たり前だった状況を考え直さなくてはならない時代になってきたのかもしれませんね。そして経済大国第3位の日本人の多くが決して経済的豊かさを手に入れることができないのはなぜなのか。もう騙されるのはやめましょう。私のチャンネルが皆さんの気づきのきっかけになれたら幸いです。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。